いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は沼津駅の北口に来ております。この北口を出てすぐの場所にあるお店でインパクト大のお肉料理がいただけるお店があるとのことで早速やってきました。そのお店の場所ですが、沼津駅の北口を出て右方向に歩き、ビビ沼津の1階に今回の目的のお店があり、実際の距離感はこんな感じ。駅の場所があの矢印のところなので、猛ダッシュすればわずか20秒程度で到着することもできます。あと今回の動画をアップしてすぐ見てくれた方はラッキー。今回は前半後半の2部制の動画となっており、後半の動画は4月5日日曜日までイベントを開催しているお店の好きな人には刺さるお得な情報を紹介している動画となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。そしてまず1軒目となるインパクト大のお肉料理を出してくれるというこちらのお店は、沼津市大手町にありますワイン食堂ヴィンセントさんです。営業時間は11時から23時となっており、定休日はありませんが、ビビ沼津の休日に準ずるとのことなので、来店の際は一応チェックした方が良いかもしれませんね。ちなみに駐車場はこのビビ沼津の北側に専用駐車場があり、1000円以上利用で1時間の無料券がもらえます。それでは行ってみましょう。お邪魔します。店内は明るくおしゃれな空間となっており、客席はカウンターが6席に2名用や4名用テーブルなど最大44名入店可能となっております。続いてはメニューです。お肉料理にビストロの定番、ワイン食堂の締めのパスタにシーフードにアヒージョ、サラダにご飯物にデザート、またドリンクメニューも種類豊富で、スパークリングやサングリア、生ビールにハイボールなどがあり、お酒以外もノンアルコールなどとても充実してます。またワイン通にはたまらないかもしれないいろんな種類の赤ワインや白ワインにグラスワインが用意されています。またランチメニューも軽く紹介。ディナーに比べると価格は安く、しかもサラダにパンかライスにドリンクバー付きと、ランチタイムはかなりお得なようです。それでは注文も完了したので、料理の到着をお利口さんにして待ちます。まずはノンアルコールカクテルのサングリアゼロに、ソフトドリンクのオレンジにビッググラスの生ビールです。あとこちらは1名あたり300円のお通し代が発生しますが、お通しのパンは食べ放題なので、何度も何度もおかわりすれば元も取れそうですよ。続いてはイチジクマスカルポーネ680円です。食べ放題のパンにつけていただいたり、そのまま食べても甘くて美味しかったです。続いてはシーザーサラダ880円です。グリルベーコンの香りとサラダとの相性が良く、温泉卵がクリーミーさを演出します。続いては牡蠣とキノコのアヒージョ770円です。火の通り方が絶妙で、温かいうちに食べれば牡蠣本来のブリンブリン食感をしっかりと堪能できます。これは最高のおつまみになると思います。というわけで、ヴィンセントのレモンサワーレモンスプリッツァー680円を注文。なかなかのビッグサイズで飲み応えがあります。牛ハラミ肉1ポンドステーキ2480円です。450g 以上ある牛ハラミ肉は柔らかくジューシーで食べ応えもあり、大満足すること間違いなしの一品です。もし赤身肉が苦手な方は鉄板に押し付ければ自分好みの焼き具合に調整することができます。続いてはワイン食堂締めのパスタからペスカトーレ1580円です。具沢山でボリュームたっぷりのこの料理は贅沢ここに極まった美味しいパスタといった感じです。麺はもっちりとした食感が良く、太麺なのもあり食べ応えがあって美味しかったです。このペスカトーレには大きなエビに輪切りにされたイカに小粒ですがぷっくりとした美味しそうなムール貝があり、味付けもよくとても美味しかったです。続いては名物とろけるバスクチーズケーキ560円です。しっとりもっちりとしたチーズケーキはまあまあのサイズ感で食べ応えがあり、口の中でとろける至福のひとときです。これも締めにもってこいの美味しいデザートとなりました。ちなみに支払い方法は現金の他にクレジットカード、電子マネー、QR コード決済が可能となっております。今回は沼津市大手町にありますワイン食堂ヴィンセントさんにお邪魔させていただきました。美味しいのはもちろん 450g もある牛ハラミ肉は食べ応えもあり、満足度はかなり高いです。もしあなたも沼津駅周辺に遊びに来ることがあれば、こちらのワイン食堂ヴィンセントさんでゆっくり食事やお酒を楽しむのもありかもしれませんね。それではこのまま次のお店に行きたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。続いては口野のトンネルを西浦方面へ曲がり、お瀬崎の方に向かって走っております。今回行くお店を地図を使って説明すると、
伊豆半島全体で見た場合は赤いマークのあるところが今回の目的地となっており、行き方も今説明した通りで、口の放水路の信号を水戸浜お瀬崎方面に曲がったら、あとはひたすら道なりに進むと海沿いに突然青いバスが出てくるのでわかると思います。またバスで向かう場合は若松海水浴場で降りるとすぐ目の前が目的地のこちらは沼津市西浦九両にありますジ・オールドバスさんです。営業時間は10時から22時となっておりますが、営業自体は完全予約制なので事前に連絡してから向かうようにしましょう。また駐車場はバスの横に6台分ありますが、イベント開催期間はかなり混みますので早い時間に行くことをお勧めいたします。まずはこちらのアトリエ海の家さんから。それでは行ってみましょう。お邪魔します。先ほども言いましたが、この動画をアップしてすぐに見た方はチャンス。今回のイベントは4月5日の日曜日まで開催しており、柳田正美さんの個展はもちろん日替わりでいろいろなお店が出店しており、この日はここでしか味わえないおやつを販売する月と草木さんと大浦飯店さんが6種類の中華まんやサンラータンスープに柳田正美さん絶賛の杏仁豆腐などを販売されてました。そして普段は完全予約制のジ・オールドバスですが、このイベント期間中に限りワンオーダーのドリンク料のみでも利用することができるとともに、出店しているお店の料理などもバスの中でいただくことができます。そして気になるバスの中はこんな感じになっております。外見だけ見るとバイオハザードの世界観丸出しな感じですが、車内に入ると急におしゃれなバーに早変わり。この日はあいにくの雨だったのですが、天気の良い日はこのバスから富士山が見えるとのことで、おしゃれなバーのような空間で富士山を見ながら会話と飲食を楽しむというのも何かいいもんですよね。というわけで早速大浦飯店さんの特製肉まん500円をいただきます。ほんのりと甘いもっちりとした生地にしっかりした味付けの具沢山のあんとの相性がよくとても美味しいです。続いては沼津クラフトよりマージサイドエクストラスペシャルビターのクラフトビールをいただきます。独特な風味を感じるちょっと変わったビールですが、これはこれで美味しい。富士山グラスに注いだビールの色も鮮やかで美しく、他にも何種類かのクラフトビールがあったのでいろいろと飲んでみたくなっちゃいますし、地元のビールってのがさらに親近感が湧きますね。あとお酒が飲めない方も安心。このようなノンアルコールドリンクも用意されているので、このバーのような空間を喫茶店のようにゆったりと過ごすこともでき、客席はカウンターの他に奥にはソファーもあるので、お友達同士でワイワイ会話を楽しむこともできそうです。とオールドバスさんでゆったりしていると時間を忘れてしまうので、再度お向かいのアトリエ海の家さんに戻り、今度は柳田正美さんの個展を見に行きたいと思います。というわけで柳田正美さんの個展スペースにやってきました。まずは相変わらずというかとてつもない世界観のステッカー2枚で500円。この中から何を買おうか悩んでる時間まで楽しいです。この椅子のある部分はまた後ほど。そして奥にはいろんな方の写真を加工したものが大量に飾られており、さらに奥に進むと柳田正美さんの絵が今年も大量に飾られてます。今年はグリム童話をモチーフにした絵もあるとのことで、先ほどの写真を加工したものもその関係ですかね。1年前に来た時もここでいろんな絵をがっつり見たのですが、グリム童話風も含め前年見てない絵もたくさんあり、新しい発見がより楽しい気分になれます。このレースのカーテンも独特な世界観ですよね。ちなみに飾られている絵は購入することもでき、小さいので3000円からとなっており、高いもので去年は10万円の絵などもありました。そして私はというと、今回はステッカーを3000円分購入。絵かステッカーを3000円以上購入すると先着順で似顔絵を描いてもらえるありがたいサービスがあり、これが楽しみで今年もやってきたと言っても過言ではないです。というわけで似顔絵を描いてもらえる時間になるまで再度オールドバスでデザートでもいただきたいと思います。ウコッケイの卵を使用したこのプリンは濃厚で若干苦みのあるカラメルとの相性がよくとても美味しいです。そしてその時が来ました。似顔絵は自分の好きなものをモチーフにして描いてもらうことができ、去年は何をモチーフにしたか覚えている方いますかね。今回も自分の好きなものをしっかりと伝えて描いてもらったものが完成。今回は大好きな生ビールでお願いしました。最高の出来に感激です。お礼をしてお店を出ようと思ったら店内はお客さんがいっぱいになっててびっくり。ちなみに最近はキリンをよく飲むのでキリンの柄もお願いしたらど真ん中にかっこよく入れてくれました。もしあなたもこのイベントに興味を持たれたのであれば4月5日まで開催しておりますので遊びに行ってみてはいかがでしょうか。その際は早めの時間に行くことをお勧めいたします。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。
この動画が少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけたのであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押してもらえたり、コメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。